今回はそんなのあった缶の棚にまだ残っていたプレイステーションの 2D 格闘のご紹介です。今回はカプコンさんの名作 2D 格闘やとてもシュールですが一部のコアファンを作っているバイオレンスな格闘ゲームに、なんとシンプルに線で作られていた G ガンダムの格闘ゲームや原作は名作なシャーマンキングの格闘ゲームなどをご紹介するのだ。最初はストリートファイター03から参りましょう。もともと開発が難航していたナンバリングで新基盤のストリートファイター3発売までのつなぎとして CP2 基盤で開発されたストリートファイター0は予想を超える人気を博し、ストリートファイター3が発売された後もこのストリートファイター03が出るくらい皆さん楽しんだタイトルです。キャラクター数も0の13キャラから始まり、02では18キャラ、そしてこちらの03はなんと31キャラまで増えているのだ。さらに設定的にスト2以前のものという形で始まっていますが、この03ではスト2キャラが勢ぞろいしてしまい設定がややカオスになった気もしますが、漫画にしかいなかったキャラも参戦していたり、お祭り感満載の上システム的にもバランスや面白さも0シリーズ最高傑作に仕上がっています。お祭り感は本当に楽しいわよね。ベガ、キャミー関連で同じような技を持つキャラを何人も増やしたり、桜関連で漫画キャラだったカレンとか増えたり、ダンも漫画の感じもあってキャラ立ちがはっきりしてきてるし、イズムのシステムも好みで選べるのがとても良いのだ。キャラ育成もできちゃうワールドツアーモードも面白いし、とにかくいつまでも遊んでられるゲームになってるわ。ワールドツアーモードといえばドリームキャスト版では最強道場という副題までついて強化されてるのだ。このプレステ版の後に出たサターン版の方がアーケードに近いと評価が高いですが、そんなのあった館には今回ご紹介してるプレステ版もオリジナルの基盤もあるし、ワールドツアーを厚くした DC 版もあるので、サターン版も買わなきゃにはならなかったので持っていない感じです。ただコレクターとしてと考えるとなんで買わなかったと思いますが、いつも遊びたいものを買ってるだけなのでしょうがないのだ。とにもかくにもこの0シリーズのナンバリングは3で終わりとなっていますが、カプコンのナンバリングストリートファイター以外の格闘ゲームはどこかでシリーズ最高を極めてやりきったぞ、ここで一旦終了というのがある気がしますね。ストリートファイター03プレイステーション版駿河屋中古価格970円です。セガサターン版のラムカートリッジ付きの場合6万1000円もするのに比べると激安ですね。ちなみにゲームボーイアドバンス版のストリートファイター03アッパーは2万7100円で、こちらもプレミアしています。両方ともに出荷本数が少ないハードな気がするのだ。お次はこちら。お前は俺を怒らせたな、ストゼロと同じくカプコンのジョジョの奇妙な冒険です。ジョジョの奇妙な冒険そのものの説明はいらないと思いますが、万が一ジョジョってよく知らないなんて方もこのゲームをただ遊ぶ分には支障はないと思うのだ。ストーリーモードもありますからね。意味は結構わからないかもだけど、ジョジョのなんとなく無駄にかっこよい
独特の面白さはこのゲームでも十分伝わって楽しめると思います。しかしまさかカプコンからジョジョの格闘ゲームが出るとは想像もしてませんでしたね。ほんとよね。それもジョジョの第3部が題材だから、スタンドでのバトルが全開でめちゃくちゃ燃えるわよね。操作も簡単で、なんとなく操作でもかっこよく動かせて、ジョジョ立ちもいっぱい見れるのだ。必殺技もほとんどのキャラが波動拳と昇竜拳だし、チェーンコンボにガードキャンセルもあるから、スト2とか他のカプコンゲームに触れてた人はサクサクと遊べます。ただ簡単に即死させたり永久コンボがあったりでバランスが悪いって評価もありますが、どのキャラにも搭載されてるところを見ると、むしろそういうゲームだというところでバランスが取れてるとも捉えることもできるかとは思います。このキャラだけとかじゃないなら、もうあえてぶっ込んだとしか思えないわよね。それとなんといっても操作キャラが主人公パーティー側の面々だけじゃなく、敵側のキャラもプレイヤブルキャラで数も多いのがよくぞやってくれたって感じがたまりません。そこがしびれる、憧れるなのだ。戦闘系スタンドではないジョースターも派手で強いのも楽しかったのだ。とにかくどうやって遊んでも操作してて楽しいし、ジョジョの世界にどっぷりハマれるので、めちゃめちゃいいゲームだと思います。ジョジョの奇妙な冒険プレイステーション版駿河屋中古価格2280円です。当時結構売れたタイトルだと思いますので、特にプレミアはついていないようなのだ。お次はモータルコンバットトリロジーです。ファンの方には申し訳ないですが、ちょっと全部見せると YouTube に怒られそうなゲームでもあるので、フィニッシュはなしなど含め緩めのプレイでサクッとご紹介していきます。モータルコンバットは特に海外のマニアに人気がある実写取り込み格闘ゲームで、ナンバリングとしても直近11が出たほどシリーズが続いており、初期の頃から激しめのバイオレンス表現が特徴の大人向けゲームです。いかにも洋芸という本作、こちらのモータルコンバットトリロジーは初期1作目から3作目までのキャラ総出演のリマスターみたいなちょっと変わったコンセプトの作品です。この実写表現の独特の雰囲気が好きな人にはたまらないようですが、まあ日本ではいろんな意味でちょっと難しい作品なのだ。モータルコンバットトリロジープレイステーション版駿河屋中古価格11,800円です。日本でもマニアがそこそこいるようですが、シリーズの中には出荷が少ないタイトルもあり、こんな感じでプレミアってしまってるようです。お次はマンキンじゃなかったシャーマンキングスピリッツ・オブ・シャーマンズです。こちら当時ジャンプで連載していた漫画シャーマンキングのゲーム化作品です。オープニングはかけれないやつなので飛ばしますね。めちゃくちゃ面白い漫画でしたが、編集と揉めたのか人気のまま打ち切りになってしまったというか、突然俺たちの戦いは続く系の、それも何がどうなってるんじゃ的な最終回で無理やり終わったのが記憶に残りすぎてます。その後完全版の単行本を出したり、続編が雑誌を変えて連載されたりとしましたが、連載の流れで終われなかったモヤモヤは解消できなかった印象なのだ。さて、そんなマンキンのゲームですが、ストーリーパートでは漫画の第1話から順を追っていく追体験型ストーリーで、戦闘部分が格闘ゲームになっています。先ほど紹介したジョジョのスタンドを使ったバトルに似てるようで似ておらず、こちらは持ち霊と同化して戦うものとなっており、3D で表現された霊と 2D のキャラが全く同じ動きをするのがなんともシュールです。通常や必殺などの技の種類も少なく、かなり大雑把なバランス調整になってるのだ。霊の指示に合わせてボタンを押してゲージを貯めていくのが操作してるのに邪魔でしかなく、ちょっとヤバめのシステムに思いましたが、憑依合体のシンクロ率的な設定だと思うので、原作の良さを出そうという試行錯誤は感じたり、いや感じなかったり。必殺技のカットインもありますが、格闘ゲームなのに完全にゲームが止まるのがなんともかんともなのだ。キャラゲーなのにボイスが少ないのもちょっと気になるわね。
もうちょっと喋ってほしいですね。あと、アンナが主人公のストーリーモードとか、そういう原作では描かれてない部分も欲しかったですね。欲張り侍なのだ。とはいえストーリーが原作の序盤までですが、ファウスト、チョコラブ、ジャンヌ、ハオまではちゃんと出てますし、トレーニングモードやミニゲームに隠しキャラも多いのでやり込みがいもあり、ボイスが少ない以外はファンアイテム的に楽しめたりします。シャーマンキング、スピリッツ・オブ・シャーマンズ、プレイステーション版、駿河屋中古価格、800円です。まあむしろファンはお安く買えることにラッキーというところで、今回の最後は、シンプル2000シリーズ、ザ・バトル、機動武闘伝 G ガンダムです。シンプルシリーズらしく、タイトル通りのシンプルな格闘ゲームです。 G ガンダムはガンダムシリーズの中でも異色の作品で、世界中のガンダムたちが地球をリングに格闘をメインに戦うバトルアニメです。全体的にとんでもガンダムで、パイロットたちも超人レベルであり、主人公のドモンカッシュも、マシンガンで撃たれても指の隙間に弾を挟んで止めることができる男です。その主人公の師匠、東方腐敗と言われるマスターアジアは生身でガンダムを倒してしまうほどの実力の持ち主なのだ。お話やテンションも無駄に熱々で、見ていて爆笑と興奮がたまらない作品です。監督は OVA ジャイアントロボの今川康弘さんと聞けば、納得する人もいるのではないでしょうか。ガンダムに乗るときすらガンダームって叫んで呼び出して乗るしね。そんなはちゃめちゃな作品だったので、当然一部のガンダムファンからはそっぽを向かれながらも、逆に熱狂的なファンも生み出したガンダムなのだ。さて、そんな最高の G ガンダムの格闘ゲームですが、シンプル2000シリーズということに一抹の不安を抱えつつ始めると、やっぱり開発短そうな小コストなゲームでした。そうよね。スーパーファミコンのガンダムウィングを多少意識はしてると思うけど、まあ仕方ないわよね。さて、中身はというと、登場モビルファイターはメインキャラの5人とマスターアジアのガンダム6機、ロボット格闘ゲーム感はありますが、 G ガンダムらしさはあまりない感じで、一応バトル前後などにちょっとしたやり取りのテキストが入りますが、一言二言で内容も薄いです。ボイスが一切ないのも厳しいです。ガンダムファイトレディーゴーすらありません。というかバンダイに声をもらえなかったんですかね。再利用のお金すらケチったんでしょうか。でしょうね。全く原作にない謎の英語ナレーションが雰囲気出しで入るのも逆にシュールなのだ。まあ期待してなかったので、2000円なら十分な出来だったかと思います。もっさりロボット感が原作の設定にはそぐわないですが、モビルファイターごとに個性をつけようという感じはありますし、このちょっと作り込んだミニゲーム的な具合でちょうど良いって感じですかね。ボイスがあればもう少しファンコンテンツ感が出たのに残念なのだ。シンプル2000シリーズザ・バトル機動武闘伝 G ガンダムプレイステーション版駿河屋中古価格1480円です。内容を含めた人気での需要と共有からの価格ですね。というところで、いつもより諸事情があって短いですが、今回はここまでです。ではでは、今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。